1月末に日本に再入国するという手続きは可能ですかね。大丈夫ですね。再入国の方に関して今回の措置の対象外なので。こんにちは、大輔です。本日は日本に入国できる人のパターンを徹底解説2021年1月版ということでやってまいります。というのもね、先日皆さんびっくりされた方多かったんじゃないかと思います。全世界からの外国人の新規入国12月28日から1月末までですということで、渡航再開をね、待ち望む我々にとってはタイトルからしてショッキングだったことはね、間違いないかと思うわけなんですけど、こんな方ね、いるんじゃないでしょうか。年末年始にね、日本に帰りたかった方、もしくは2020年はね、目いっぱい我慢してようやく1月には日本に渡航ができるんじゃないかと考えられていた方、逆に2020年はね、母国に帰らない判断をして頑張って日本に居続けてですね、ようやく1月には母国へ帰れるんじゃないかとね、思っていた方、こういう皆さんはですね、出入国在留管理庁だとかね、外務省のウェブサイト、あとは各国の大使館のね、難解な文章に目を通してですね、なんとか理解してやろうと、大変な思いをされることと思いますけど、一見するとですね、誰一人として完全に日本にね、入国できなくなるようにも見えるこの状況なんですけど、決してそんなことはなくて、人道的配慮ですとか、低リスク国のね、ビジネス渡航については継続する方向でルール化がなされているわけですから、今回の動画を見た後の皆さんはですね、そのルールを詳しく知ることができるというものになります。本日のラインナップはこちら。1、出入国在留管理庁の公式発表を確認。日本への再入国の話だとか、日本人配偶者、永住者、ビジネス関係者のあたりのお話をね、中心にしていきたいと思います。2、日本人の出国、帰国はできるのかということで、決してね、推奨されるものではないんですけど、すでにどうしても年末年始だとか1月に渡航の予定がある方、途方にね、迷われている方もいるかと思うので、解説をさせてもらいます。3、評価された日本入国ルールの把握なんですけど、コロナのね、変異種が出てきてしまった今、世界中が相当な緊張感高まってますので、日本の入国ルールもね、少なからず影響が与えられているということになります。こちらについても外務省の公式情報、皆さんと一緒に確認をしていきたいと思います。4、今回の件でがっかりしてしまっている皆さんへということで、残念ながらね、今回再び起こってしまった入国制限の強化ということですけどね、これに関係なく渡航計画をね、立てることができない方、まさに僕みたいなね、方、ちなみに僕はフィリピンにいる彼女と9ヶ月以上会えてない状況なんですけど、そんなね、皆さんであったりだとか、海外渡航をね、海外旅行を待ち望んで2020年を耐えしのいできた方に向けて、今がどういったフェーズなのか、全世界への渡航制限が開始された3月からの経緯を振り返りながらですね、今回のインパクトについて検証をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。一つお断りなんですけど、ここでお伝えする情報というのはですね、今後変更となる可能性が十分にね、ありますので、その点はご注意ください。あと実際に渡航を予定される方はですね、本動画に合わせて最終的なご判断は一時情報をご自身で確認された上で判断をするようにしてください。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、出入国在留管理庁の公式発表を確認。いくつか文章がありますけども、ここでは大筋の方向性について把握をしたいので、出入国在留管理庁の上陸拒否措置及び国際的な人の往来再開の状況に関して概要資料をね、確認していきましょう。更新日が12月26日とありますので、こちらの発表をもって各メディアからの一斉報道が出ているという形になりますよね。ポイントはこちらになります。まずは全世界の外国人上陸を拒否ということなんですけど、ただしですね、特段の事情があればその限りではないということなんですね。そしてレジデンストラック、ビジネストラックは継続されるということで、一つずつね、見ていきましょう。まず特段の事情なんですけど、内訳としてはですね、在留資格保有者の再入国、あとは日本人もしくは永住者の配偶者、または子供、
のですね、こちらの入国ということです。その他にですね、人道上の配慮の必要性がある場合ということで、これは医療だとかね、出産を日本で受ける必要があるだとか、もしくはね、親族の方がお亡くなりになってしまっただとか、危篤状態にあるとかいうケースですよね。これらが特段の事情があるというふうに解釈がされるものになるかと思います。そしてですね、ビジネス用途についても継続ということで、まずはレジデンストラックですね、長期滞在者を想定したスキーム駐在員さんとかですよね、14日間待機を前提に低リスク国へのビジネス渡航を中心とした新規ビザ発給、こちらね、継続されるということです。対象国はこちらです。タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国ということですね。そしてビジネストラック、短期出張者を想定したスキームなんですけど、こちらはですね、行動計画書の提出と公共交通機関のね、使用をしないということを前提に、ビジネス目的を中心とした新規ビザ発給、こちらもね、継続されるということなんですね。対象国はこちら、シンガポール、韓国、ベトナム、中国ということで、ある程度の条件の下でですね、外国人の入国は確保されるということがお分かりいただけたかと思います。逆に今回の措置で入ってこれなくなる方に関してもね、いそうなのでね、補足をしておきたいと思います。外務省のサイトで関係する部分読み上げていきたいんですけど、こちらですね。全世界の国、地域からの新規入国を可能にする措置に関して変更がかかっています。このね、注釈部分がとっても大事なこと書いてありますので、読んでいきたいと思います。この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については原則として入国を認めます。ただし本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時、これは日本時間ですね。これ以降に到着して本邦への上陸申請日前14日間以内に感染症危険情報レベル3、渡航中止勧告の対象国地域における滞在歴のある者は入国できませんと。ありますね。ちょっとね、これ長い文章で何言ってんだかよくわかんないんですけど、要するにですね、新規で在留資格を取得して、それを使って日本に入国を予定されるよという方については、1月4日以降でね、レベル3、渡航中止勧告が出てる地域からですと、入ってこれなくなるという記載がありますので、該当される方はですね、特にここね、注意をされてください。ここまではですね、外務省のサイトを元に説明させてもらったんですが、実際に日本の入国ゲートを運用されるのはね、外務省ではないんですよね。では一体誰なんだということなんですけど、日本の入国ゲートというのはこの外務省の決定に従って法務省管轄の出入国在留管理庁が運用するというね、取り決めになっています。ですので、念のため出入国在留管理庁にもこれの件ね、裏取りという意味で電話で確認をしてみたいと思います。こんにちは。お願いいたします。入国条件に関してなんですけども、日本人配偶者の新規入国の手続きは可能というふうに報道を見させてもらって理解しているんですが、そうすると、ビザ免除プログラムがある国、例えばアメリカ人だったりすると、その場合は戸籍謄本など結婚が証明できれば入ってこれるという理解です。が1月に母国への帰国を、したときにですね、1月末に日本に再入国するという手続きは可能ですかね。大丈夫ですね。再入国の方に関しては今回の措置の対象外なので、そういうことですね。PCR 検査があればですね、はい。来れると思います。わかりました。ありがとうございます。はい、こんな感じで裏が取れましたね。では、お次はですね、僕たちについてはどうなのかということで、②。日本人の出国、帰国はできるのかという話なんですけど、いずれもルール上は可能ということでですね、もちろんね、推奨されるものでは決してないんですけど、すでにどうしても年末年始だとか1月にね、渡航予定がある方、途方に迷われてるんじゃないかと思います。この後の話でですね、日本への帰国に伴うルールもね、強化されていくよという話をするんですけど、そちらを特に守ってですね、細心の注意を払って渡航を計画されるようにしてください。またね、こういう状況なので、渡航を一旦取りやめるというのも一つの手段なんでね、きちんとご自身でそのあたりは判断をされるのが
よろしいかと思います。ちなみにですね、よく日本国籍なんだけども、こういう時期にね、渡航ができますかというご質問をいただくことがあるんですけど、おそらく日本政府がこれを変更するっていうのはね、そんなに簡単なものではないんですよね。で、その理由についていい機会なんで皆さんに紹介をしたいと思います。こちらですね、世界の中でも結構ね、日本の特徴的なところなのかもしれません。日本人が別の国にですね、出国する行為そのものに関しては、日本国憲法22条第2項に記載されている通りですね、当然の権利として我々が持っているものなんですよね。なので、今回のパンデミックのようなことがあったとしても、出国をさせないというふうにね、憲法を無視して外務省だとか法務省がね、対応してくるということは考えづらいんじゃないかと理解ができるわけです。で、またですね、帰国についても当然ながら権利を有しているわけでして、日本人である以上は日本に入国拒否されるということはありえないものと理解をしています。こちらは入管法第61条として明記されているものなんですよね。ですので、日本国籍であれば、今のような状況下であっても渡航が妨げられるものではないんですけどね。もちろん推奨はされているものではないということになるので、実際問題入国とかね、帰国が拒否されるってことはないんですけど、より一層ルールが厳しくなる傾向にあるということなので、注意をして参りましょう。ということで、次のお話、③。強化された日本入国ルールの把握ということで、こちらも一時情報である外務省の公式情報を確認していきたいと思います。12月26日にアップデートされている文書にですね、検疫の強化について定義があります。いろいろとね、文章これ書いてあるんですけど、これは日々変化する世界情勢に塗り替えられながらですね、文章が長くなってしまってごちゃついているので、シンプルに僕の方でまとめていきたいと思います。ちなみにですね、こちらビジネストラックとレジデンストラックについては、そっちはね、個別のルール化がされているので、それはね、対象外ということでお聞きください。まずは、出国前72時間以内の陰性証明が必要になるということですね。すなわち日本に戻る前、外国をね、出国する72時間以内に陰性証明の取得が必要ということです。そして入国時にもコロナ検査があるという点になります。あとね、これが結構大きな変化だと思うんですけど、14日間待機にいくつかのパターンが出てきたんですよね。こちら3つになります。まず1つ目はですね、自宅や指定ホテルでの14日間待機ということで、これはね、今まで通りのスキームだと、理解いただければと思います。そして2番目。検疫所が確保する宿泊施設で14日間待機ということですね。そして最後3番目、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機すると。そして残り11日間は自宅だとか指定ホテルでの待機になるということですね。この条件はですね、日本国籍なのか外国籍なのかね、もしくはどこの国から渡航をしてきたのか、渡航時期によってもどのパターンになるのかっていうのは流動的に変わっていきそうなんですよね。なんで今現在全てのパターンをね、ここで皆さんにご紹介するっていうのはちょっと時間かかってしまうので割愛するんですけど、例えばですね、我々日本国籍を持つ人間が、例えばイギリスから日本に帰国をするというね、ケースを想定してみましょう。その際に陰性証明の取得が必要になるので、それをやるんですけど、それがですね、渡航前の陰性証明が取得できたとしても、自宅待機ではなくて、検疫所が確保する宿泊施設で、まずは3日間の待機が必要だというふうに定義されてるんですね。なんで先ほどのパターンですと2番目のパターンですよね。そして3日後に検査して陰性であれば、そこから残りの、ね、日数が自宅待機の扱いになるというね、こういう感じで理解ができるわけです。なので、より監視の目が厳しい場所での待機が求められることになると理解をしていいんじゃないでしょうか。それでは最後の話参りましょう。④。今回の件でがっかりしている皆さんへというお話なんですけど、このニュースを見られてね、落胆をされた方、特に海外に家族がいたりだとか恋人がいるとかね、仕事がある、留学を予定しているという方にとっては、とってもね、残念なニュースだったかと思います。ただですね、今回この措置というのは、あくまでも感染拡大の防止を目的としてね、実施しているものですので、特に今回のね、コロナ変異種のね、出現っていう、こんな事態になってますので、この変異種のリスクが見えてきたところで、また往来回復については段階的に復活していくんじゃないかと思われます。なんで今ね、無理にこのね、渡航緩和を継続して、日本が今よりも高リス
スク国になってしまえば元も子もありませんから、今はひとまず閉じるというね、政府判断ではありますけど、今後必ず回復するね、時期が来るというふうに信じて待ちたいなと思うわけです。事実ですね、今回の措置というのは全てが巻き戻しになってね、ゼロになってしまったということではないんですよね。こちらのね、背景を見てもらうとその様子がお分かりいただけるかと思います。まずはね、3月の25日に全世界がレベル2不要不急の渡航はやめてくださいと変更されたところから過去がね、始まるわけですよね。そして4月の3日、北米欧州を含む多くの国が上陸拒否になりましたと。そしてですね、時がだいぶ過ぎまして、7月の末から緩和が始まるわけですね。低リスク国からの一部の受け入れを開始ということで、これがレジデンストラック、ビジネストラックだったわけですけど、9月になったらですね、在留資格保有者の入国が再開されて、10月は全世界からの観光以外の新規入国が再開されたと。そして11月、短期出張からの帰国者、在留資格保有者の再入国の待機免除までがなされたということなんですけどね、今回の2020年12月末の日本政府の舵取りというのはですね、このうちの10月の全世界からの新規入国再開と11月からの短期出張戻りの待機免除、この2つがね、10月、11月のこの2つの対応が巻き戻る形で、例えてみれば9月の時点に巻き戻ったということですから、また今後ですね、世界全体のリスクが見えてくれば、段階的に戻していくということが想定されるわけですよね。その際にはね、ぜひまたね、厳しくするところはね、ルールを締めていって、そしてね、その上で緩和をしていくというステップにね、なってほしいなと思うわけなんですけど、これから1ヶ月間、だからね、1月の中旬だとか下旬になるにつれてコロナ変異種の特性がですね、クリアになっていって、それへの対処が日本だけではなくてですね、世界各国でいろんなね、対処が出てくるものと思われます。また時期を見てですね、海外旅行がいつになったら再開されそうなのかについては、いくつか考えられるシミュレーションをやってみてですね、皆さんの渡航計画に少しでもお役立ちいただけるようにね、取り組んでみたいなと思います。本日の情報が少しでも役立ったよという方についてはチャンネル登録をして次回の更新お待ちいただければと思います。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。